皆さんこんにちは。こちらは123便墜落事故の後半の動画になっております。今回ね、初の2部構成で、前半まだ見てない方ね、こちらを見る前に前半見てください。前回は123便の旅立ちから墜落、そして救助までのお話をしてきました。そしてこの後半の動画では、なぜ航空史上最悪の事故が起きてしまったのか、その真相をみんなで一緒に見ていきましょうか。公式の発表では、事故の原因は後部圧力隔壁の破壊により起きたものだとされています。こちらの機体は1978年に機体ビブを滑走路面に接触する尻餅事故を起こしていて、この事故の修理をボーイング社に依頼していましたが、修理にミスがあったということで、その結果圧力隔壁が破損し、その部分から客室内の空気が外に噴出したことで機体ビブと垂直尾翼が破壊されたと。その時垂直尾翼の真下を通る油圧4系統ある油圧パイプが破壊され、操縦不能となってしまったと。しかし圧力隔壁だけが事故の原因だというのはちょっとおかしいと反論する主張もあって、生存者の一人で座席番号 56C に座っていた非番の客室乗務員だった王さんの証言。彼女曰くという破壊音の音、耳が詰まるような感覚、空気中に白いもやを観測したけどすぐに収まったというんですね。息苦しくもならなかったと。ただ1986年に起きたタイ航空機爆発事件では、犯人が持ち込んだ手榴弾が爆発し、爆破により後部圧力隔壁が破壊され、急減圧で88名が航空性中耳炎になったという事例があるんです。急減圧の結果、乗客が宙に浮いたり荷物が機内に散乱しましたけど、その時垂直尾翼は破壊されず油圧も正常だったので、緊急着陸でなんと全員生還したんです。123便の件に関しては説明するとね、ちょっと専門的で長くなるので、ね、軽く省きますけど、秒速10メートル、オリンピックの選手がね100メートルを走った時に顔に当たる風程度のものが機内で流れていたと推測できるので、酸素マスクやらねなんやらでねパニック状態になってたらほとんど気づかないレベルだというんですね。気温に関しては機内でね霧が発生したという証言の通り、断熱膨張により急激な気温低下があったことを示しますが、7分後には急速に回復したと推測できるそうです。あくまで推測なので、実際のことはね生存者の声に頼るしかないと思うんですけど、パニック時だったから急に風が吹いたり気温が低下したとしても気づかなかったということなんですね。ただ記録によると機長らはずっと酸素マスクをねつけてない状態だったんですね。圧力隔壁が起きたら普通だったら呼吸しづらい状態が客室に流れるはずなのに、そういった様子がね見られなかったと。とはいえ機内で手榴弾が爆発したのに問題なく生還できたタイ航空機爆破事件に対して、なんで123便はここまで被害が大きかったのかって疑惑の声が絶えないんですね。また圧力隔壁が原因だという説が事故の2日後にすぐに出たんですね。そのあまりの速さも不自然だと言われています。機体後部にあるはずの断熱材が水平尾翼の中に大量に入り込んでいたことから、おそらく圧力隔壁の可能性が高いと推測し、すぐに発表したそうです。しかしこれはコックピットのやり取りなどをね記録しているフライトレコーダーの修復に時間がかかったので、機長らの会話を聞く前に出した説だったんです。そしてこの事故の事故調査報告書は2年後の1987年6月19日に発表されたんですけど、ここでも依然として圧力隔壁が原因だと主張されているので、事故発生から2日後に出した結論といろいろ調査しまくった結果、2年後にね出した結論が全く同じだったので、あまりに不自然だということなんですね。逆に言うと調査が超優秀だったのかもしれないけど、そこで何か裏があるはずだと疑問に思う人たちは、圧力隔壁が原因ではなく、実際はもっとシンプルで何かが飛行機に追突したんじゃないかと。飛行機にぶつかってきたらねそれはさすがにわかるだろうけど、事件が起きた1985年8月12日静岡県の沖合で自衛隊によるミサイル訓練が行われていたとされています。あくまで訓練なので、実際に人間が乗った飛行体を狙って当てるのではなく、訓練では無人標的機っていう無人のジェット機が使用されているんです。ただその無人標的機に標準を定めるのではなく、無人標的機にはさらにワイヤーでつながれた栄光標的があり、それをめがけてミサイルを発射するそうです。その訓練の一環でたまたま相模湾上空を飛んでいた123便と無人標的機が接触してしまったんじゃないかというのがこの説です。当時相模湾を運航していたというのが新型護衛機松行。しかし松行の集約は1986年3
3月19日なので、事故当時はまだ試運行中で最新の航空ミサイル防衛システムタンサムシースパロー装置が搭載されていたと考えられる松行の任務は、ミサイルや戦闘機という標的を攻撃し防衛するということにあるんです。ただ試運行中だったので、爆薬を搭載していない演習用のミサイルだった可能性が高いそうです。当時1985年といえば N 総理大臣の時期で、事故から5日前の1985年8月7日には地対艦ミサイル部隊新設と地対空ミサイル部隊を新型へと切り替えることを公式で発表していたんです。そのタイミングで事故が起きてしまったから、この説が本当だったとしたら、隠蔽するしかなかったというのがこの主張です。墜落直後、現場には救助隊や自衛隊、マスコミなどたくさんの人で溢れ返っていました。しかしそこでは不可解な行動があったとされているんです。それが日本航空の社員が現場に立ち入って機体の残骸を漁るという行為でした。彼らが漁っていたのはオレンジ色の金属片だといいます。しかし123便にはオレンジ色の塗装は施されていなかったことから、彼らは何をかき分けているのか不明だったといいます。その正体こそが、みんな予測できるかと思いますけど、自衛隊が訓練で使用していた無人標的機。123便は離陸直後、謎のタイミングでベルトサインをオンにしたのが CBR から確認できています。それは機長が後ろで飛行する何かに気づいていたからなんでしょうか。そして衝突。機体後部の上方垂直尾翼に衝突し、尾翼の半分以上を吹き飛ばし、乗客がその時パーンっていう破裂音を聞いたと。その直後、機長の CBR にみんなこれなんて言ってるように聞こえますか？公式の記録ではオールエンジンということになってるんですね。ただ疑ってかかる人たちにとってはオレンジエアーという単語に聞こえるそうです。オレンジエアーとは無人標的機の隠語だと。もうここまで来ると確信犯じゃんって思うでしょ。ただそもそもこの話は全部デマで、松行はね当時相模湾を運航していないし、そもそもね試運転中だったので無人標的機とかミサイルをね搭載しているはずがないという話もあるんです。当時の自衛隊の無人標的機は3種類 Firebee、チャカ2、RCAT がありました。このうち123便の高度まで届くのは Firebee とチャカ2の2つですが、重量的に破壊力があるのは Firebee のみです。しかしこちらは訓練支援艦東のみが搭載していて、当日広島県の基地にいた記録があります。もう一つ考えられるのが SSM-1 というミサイル。こちらは123便がいた高度まで届くのはなかなかね難しい話だと言います。そしてオレンジエアーという言葉は2000年以前までなかった言葉だそうで、しかも無人標的機も当時は赤色をしていて、仮にそれが上空を飛んでいたとしても瞬時にオレンジ色だっていう認識にはならなかったと。なので公式的にはかなり信憑性は低いと。じゃあオレンジエアは実際なんて言ってるのってみんな思うかもしれないけど、これは定かではなくてね、僕もわからないんですけど、海外ではねオーディオイルージョンっていうのがあって、例えばみんなこれなんて言ってるように聞こえますか？じゃあこちらを聞いてください。The Constitution Center is at the next stop. では再度また最初のを聞きますよ。はい。英単語だけど、しっかりとね、今回はなんか聞こえましたよね、英単語が。オレンジエアも同じかわかんないけど、似たような現象なのかもしれません。なので、もしこの公式のデータが全部本当だったら、無人標的機のね、衝突の可能性は低いんじゃないかと。何かね、衝突していたとしたら別の何かなんじゃないかと。ただみんな依然として残る疑問が、なぜ救助がそこまで遅れてしまったのか、そこですよね。なんと事故当時、123便の様子をたくさんの小さい目が目撃していたんです。群馬県上野村立上野小学校、中学校を合わせて235名が事故当時の様子を文集という形でまとめているんです。当時の校長先生曰く、子供たちは多くのものを見聞したので、この貴重な体験を残し、犠牲者のご供養という意味合いも込めて文集にすることを計画したそうです。事故後1ヶ月以内で書いたので、当時の記録が鮮明に残っているんですね。では彼らは何を見たのか。まず墜落前は複数のヘリコプターや飛行機が明かりをつけながらライトをつけて飛んでいるという報告があるんです。また8月12日の夕方6時45分頃、南の空の方からジェット機2機ともう1機大きい飛行機が飛んできたと書かれているんです。また墜落後には外で飛行機が追いかけっこをしている、電気のついた飛行機が2機飛んでいる。夜中の1時頃に姉がNHKに電話して、絶対に日光123便は上野村に墜落していますよと伝えたと書かれているんですね。これに関しては周りの住民が墜落
落現場を早くにね分かっていたのになぜ報道が遅れてしまったのかということですね。煙と炎の上がった山頂付近をぐるぐる回りながら何かをしている何機ものヘリコプターがブンブンと飛んでいた。おそらく墜落直後ヘリコプターなどがぐるぐると救助しようと模索していた様子ですかね。ここから何が読み取れるのっていうところですけど、公式の記録では123便がね墜落後2機のね自衛隊の戦闘機が捜索に向かったということになっているんですけど、子供たちが見たのは1機のね大きいジャンボ機、それを追尾する戦闘機ということなんです。もし飛行している段階で2機の戦闘機が追尾していたとしたら、墜落したらねすぐ現場特定できるじゃないですか。ただそれは記録に残っていなかったと。これはねあくまで周りの目撃者が見た証言なので実際はねわからないけど、また墜落後現場では様々な化学物質が検出されたことや、あまりに人の体が焼かれていたことから飛行機墜落では説明がつかない状況だという言い分もあるんですけど、しかしねここは機体の部品や乗客の荷物など様々な物質が燃えた結果生み出したとも考えられてキリがないので、ここはね説明を省きますね。公式の発表では圧力核兵器の破壊により垂直尾翼が破壊され、その状態で32分間も飛行を続けていたということなんですけど、それだけでもかなり奇跡に近いことなんですね。ではその垂直尾翼はどこに行ってしまったのか、破壊して吹っ飛んでねどっかに落ちたならそれを回収して分析したら当時の状況がねかなりわかるかもしれないじゃないですか。墜落翌日の13日の18時10分、相模湾で海上行使中だった護衛艦松行が海面に白い大きなものが浮いている何かを発見しました。回収してみたところ赤い鶴丸のマークのついた飛行機の尾翼でした。8月14日に来日した米国調査団がかけらを視察した結果、垂直尾翼に高圧空気が流れ込んだ可能性があることから圧力核兵器の可能性が高いと考えました。ただ多くの残骸は未だ未回収なんですけど、2015年8月にこんなニュースが流れました。123便の残骸か相模湾海底で発見、日航機墜落30年、なんと小さく残骸かと思われるものが発見されたと報じられたんですね。ただその後詳しいことは分からず、もし残りの残骸が見つかれば原因追及に大きく前進するかと思われているんですけど、事故当時は何が何でもね予算がいくらかかっても原因を探し出すと発表していたらしいんですけど、結果的にはね予算が原因で全てね回収したり調べるのは難しいっていうことになったそうです。ただその海底に沈んでいる部品を解析したとしても原因はね圧力核兵器で絶対変わらないっていうね専門家の意見もあるので、一旦ここで仮にこの事故が意図的に仕組まれたものだとしたらなぜね起きてしまったのか。世間で一番囁かれている陰謀論がトロン OS 説。これについて見ていきましょうか。そもそもトロン OS って何？今現在世界で使われているパソコンはほとんどが Windows や Mac ですよね。データで見ると Windows が 74%、Mac が 15%、そして Linux と Chrome がそれぞれ 2% といった割合で分布されています。圧倒的 Windows が占めてますよね。大きく分けてね Mac 派と Windows 派で分かれると思うんですけど、両方アメリカ発の製品ですよね。なんとここに食い込んでいたかもしれないのが日本初の OS なんです。1983年東京大学名誉教授の坂村健教授が提唱し、日本初の OS 開発プロジェクトトロンが開始しました。1980年代、今ではね当たり前ですけど、この時代から坂村博士はあらゆる家電製品や自動車、人工衛星などにコンピューターがね組み込まれてネットワークのようにつながる未来を予想していました。そこで機器に組み込まれるコンピューターを制御する組み込み OS として開発され始めました。安定性とセキュリティ面、そして全てのものがインターネットを通じてつながるというのは当時ではね Windows や Apple よりも圧倒的に優れていたとされるトロン OS。 ただ先ほど見たようにねこのパソコン業界をね支配しているのは大まかにWindows と Mac じゃないですか。なぜこの世界競争にね負けてしまったのか。123便には有名人で言うとね坂本九さんや元宝塚ジェンヌ、有名企業の社長さんなど乗っていたんですけど、その他には17名の M 電機の社員が乗っていました。 M 電機は坂村博士と一緒にトロン開発に取り組んでいた企業でした。なんとこの陰謀論はアメリカの強烈な圧力によりトロン OS は消されてしまったというものなんです。あまりにもやり方が過激しすぎますよね。果たしてねこの説にね信憑性はあるのか。確かにトロン OS がアメリカからの圧力を受けていたのは事実のようで、トロンが完成した1989年、突然アメリカがスーパー301条を発表しました。1960年代後半から鉄鋼や自動車、カラーテレビなど日本からの対米輸出が急増し、米国の基幹産業は危機を感じていました。そこでアメリカが発表したのが、アメリカ製品の輸出を妨げている国と政策を特定し、それを改めるよう交渉し、
交渉に従わない場合は関税の引き上げなどの報復措置が取られるというスーパー301条という外国貿易障壁報告書でした。トロン OS はまさにそこに引っかかっていたので抗議したんですけど、1年後トロンは対象外となりましたが、揉め事になりたくないということでね、多くの企業がトロンから手を引いてしまい、販売先を失ったトロンは他の OS に負けてしまったと。とはいえね、トロンは今でも産業用 OS として家電機器や自動車のエンジンの制御システム、また小惑星探査機やはやぶさなんかでもね使用されるなど活躍はかなりしているんですね。乗客リストを確認することができるんですけど、確かに M 電機の社員がたくさん乗っているんですね。ただほとんどの方がトロン OS の開発とは関係のない役職の方が多いので、この説は信憑性が低いという意見が結構あります。あまりにも大惨事な事件だったので、当時の時代背景で何か事故と関連していることはないのか。123便墜落事故の14年前の1971年7月30日、岩手県上空を飛行中の全日空輸の旅客機と自衛隊の戦闘機が衝突し、自衛隊機の乗員はパラシュートで脱出成功しましたが、旅客機は空中分解し、162名全員が亡くなるという、当時日本国内ではね、航空事故としては最大の犠牲者を出した全日空機雫石衝突事故があったんですけど、原因は民間機が飛行する空域近くで演習を行うというずさんな計画によって引き起こされたものだとし、パイロットと長官が有罪判決となり、防衛庁長官が辞任する事態になったんですけど、その長官は就任して1ヶ月もしないうちの辞任だったんですね。ではその長い期間長官を務めていたのは誰だったのか。 N 元総理大臣でした。そんな彼が総理大臣就任中に起きたのが123便墜落事故。そして当時の時代背景の延長として、この事故の1ヶ月後に日本の運命を左右するある出来事がありました。それがプラザ合意。当時のアメリカはオイルショック後、景気が悪いのに物価が上昇するというスタグフレーションが起きていました。金利を上げ物価の上昇を防ぐレーガノミクスが実施されたんですけど、ドルを買い占めた投資家によりドルの需要は高まり、流通が減った結果ドル高が起こり、財政赤字が累積しました。また先ほどトロンの時に話したように、輸入が輸出を上回っていたため貿易赤字でもあったんですね。特に日本からの輸入がめちゃくちゃ多くて、この行き過ぎたドル高を是正するために先進国5カ国がプラザホテルで集まって解決に向かったんです。するとプラザ合意前は1ドル240円だったのに対して、なんとプラザ合意後は1年で1ドル150円になったんです。ドル安イコール円高になったので、もちろん日本的にはね大きなリスクを伴うことになったんですけど、アメリカとの貿易摩擦が起きていて、良好なね関係を築き上げるために日本も参加したと。関係があるかわからないですけど、これを事故とつなげて議論されていたりもするんですね。それが原因でどうなのっては思いますけど、他にも米軍説やミサイル説、日本のね神話とつなげるような説もあったりするんですけど、裏がね取れないようなことばかりなので、ここでは一旦省いておきますね。おそらく全員が真実を望んでこの事件を調べていると思うんですけど、この事件何が闇って、真実がわからないけど真実から遠ざける行為をしている人たちがいるんですね。どういうことかというと、政府や自衛隊批判したい一部の人たちが作り話をしてね、遺族に近寄って、遺族はね真実を知りたい方々が多いので、それが世に出ることでデマなどが流行して真実が見えなくなるという政治的利用をしている人たちがいると。要は左と右の過激的な思想がこの事故をね政治的利用にして真実が見えなくなっているという。例えばなぜ救助が遅れたのかで自衛隊のせいにして政府のせいにすることだっていくらでもできるじゃないですか。ただね自衛隊の方々のね当時の記録とか日記とか読むと、かなり全力を費やしてねやれることはやったと思うんですよね。彼らも誰々が悪いっていうことは言えないじゃないですか。左も右もない純粋にみんなが真実を明らかにする行動をすればいいものの、それを悪用する人たちもいることから、今でも納得のいっていないね大勢の方がいるということです。本来みんなが団結して真実を求めればねたどり着くかもしれないけど、もうたどり着いてるのかもしれないけど、ここでね割れちゃってるから争いが起きていると。公開されている情報が全て真実かもしれないし、あるいはね世に明かされていないことももちろんあるかもしれない。実際にねコックピットのやり取りは今でもね全文は公開されていなく、公開を訴える活動が今現在でもされていますからね。今回は公式的な報告書と目撃者、生存者、現場の情報、陰謀論者の主張などあえて全部公開することで、みんなが同じ土俵で立って語れるようにドキュメンタル風にしてみました。皆さんはどう思いますか、この事故について。
事故のことは知っていたけど詳しくはね知らなかった方、また若い子に聞いたら知らないって答えた子がほとんどだったんですね。なので初めてこの事故について触れた方、ある程度詳しくしていた方々、また当時の時代を生きていた方々、みんな特定のね思想とか一旦抜きにしてこの情報をもとにどう思うのか、ぜひねコメント欄に書いていってください。また事故に関わった方々お悔やみ申し上げます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。